どうも、きすみです。今日はこんなものを買ってきました。こちらはダイヤルロック錠です。皆さん自転車とか持ってる方だと一度は使ったことあると思いますが、こちらはダイヤル錠といって、ここの暗証番号を合わせることによって鍵を開けることができます。南京錠型や先ほど言った自転車用などがあります。それでは試しに開けてみましょう。開いた。このように22の数字に合わせることによって鍵を開けることができます。今回はこのダイヤル錠の南京錠型を 3D プリンターで作ってみたいと思います。よろしくお願いします。それでは今回はこのパーツたちを印刷していきたいと思います。印刷プレビューです。3時間25分かかります。これさ、これトムとジェリーのクリスマスの回とかでこんなやつなかったっけ？なんか舐めれるキャンディーみたいなやつ。さあ、これだけ見ると南京錠っぽくないですけど、一体このパーツたちがどのようにして南京錠になるのでしょうか？じゃあ、印刷してこっか！ということで、完成しました。こちら、南京錠のパーツです。さあ、南京錠をバラバラにするとこんな感じになってるんですね。本体の鍵部分にはいくつもこのような凹みがあります。そしてこれがロック部分ですね。ここをよく見てみるとこのような突起が1、2、3、4、5個ついていますね。そして最後にダイヤルのパーツがあります。それでは早速この南京錠のパーツを組み立てて本当に使うことができるのか試してみたいと思います。それではまず、この部分に、このダイヤルパーツをはめ込んでいきます。はい、できました。こんな感じですね。で、これがかなりランダムに入ってるので、暗証番号は何番になるのかちょっとよくわかんないですね。それで次に、このクリスマスのトムとジェリーの回とかでなんか出てくる謎の棒みたいな形のやつを、この輪っかに、通していくんですけども、これ勘のいいガキだったらもうわかりますよね。このダイヤルの形状、このようにドクロみたいな形になっています。つまり、この凹みがある部分だけ、この棒が通ることができます。逆に違う位置だと通りません。これを利用して南京錠を作っているというわけです。なので、これが通るように、このダイヤルを回転させていきます。はい、見事に入りました。あとは、この上から蓋をして、南京錠の完成です。これただ、暗証番号がよくわかんないですよね。はい。今、暗証番号がよくわからないので、暗証番号を確認していきます。つまり、ここですね。ほら、見て。これ。この空洞がある位置の時の、この時の番号が4番。つまり、一番左は4です。では、順番にこれ確かめていきましょう。45102。45102。45102。45102。それでは、45102。このダイヤルで選択すると、外れるということですね。では、この蓋をもうアロンアルファで固定していきます。はい、それでは、しっかりとアロンアルファで固定しました。さあ、この南京錠使うことができるのか、早速やってみたいと思います。まずは適当な番号にしましょう。ほい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 。15309にしてみました。それだと、もちろん外れませんね。それでは、次は、開けれる番号をやってみたいと思います。3D プリンターで作られた南京錠は本当に開くのか ?45102。はい。数字が揃いました。では、いきます！おー！おー！すげえ！開いたすげえすげえ！ちょっとびっくりしてさ、声裏返ったわ。すげえこれ！ちゃんと使える。はい、ちょっと私がいつも使用してるインパクトドライバーに使ってみました。ほら、すごくないですかこれ。こんな感じで開けても、ここがほら、ロックされてるから、全然取れるわ。ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか？今回は 3D プリンターで南京錠を作ってみました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃ、またねー。